渡辺美鈴です。アンシーンのゲームディレクターです。このエピソードでは中村郁美さんと思い出深い食事を楽しみながら、母として働き方やゲーム開発の話をします。いただきます。私たちはアンシーン。スーザン、本当1年間お疲れ様でした。お疲れ様でした。いろいろありました。1月から入ったんだよね。1月から入って初ゲームディレクターっていうポジションでやってますけど、どうですか？環境も変わったし、言語も変わったし、スタジオもみんなバラバラで、なんか初めて知ることがこの年でこんなに多いとはっていう感じ。大阪からリモートワークしてて、でお子さんもいらして、どんな環境なんですか？思ったより規則正しく生活ができてる。朝の支度してリモートでしっかり仕事して、で終わったらまた子供と家事にチェンジするみたいな感じで、意外とリモートワークでもディレクターできるし、意外と仕事も家事も両立できてるなっていう感じ。現状ゲームディレクターをやりながらお母さんをやってるっていう人を見たのは初めて。わちゃわちゃしながらもチームに支えられて、なんかいい感じにやってるなっていうのはありますよね。東京の好きなエリアは何かありますか？東京ではよく新宿方面に仕事行くことが多かったんです。で、私の実家が難波なんですよ。で、あの辺りのワイワイした感じと新宿の夜の感じが結構フィーリングが近いところがあって、なんか懐かしい部分がちょっとあったりしました。スーザンの中で好きな料理とか、なんか思い出の料理とかがあったら教えてほしい。やっぱね、肉ですよ。疲れた時もだし、ちょっとへこんだ時もだし、体力つけるにも肉が大事かなって思います。冷しゃぶだ、でお肉が好き。そうですね。はあ、どうぞ、じゃあ食べてください。ありがとうございます。いただきます。どのくらいの頻度で食べてるの？冬はあんまり食べないんだけど、夏はよく食べるのと、あとは例えば高校とか大学の入試だったり、面接の後とか、勝負飯、勝負後飯、お疲れ様飯、終わった終わった後に食べる。美味しい。母にそういうね、お疲れ様行事が終わった後、何が食べたいって聞かれたら冷やしゃぶって答えることが多くて、一山越えた後の味なんです。苦労話をすごい聞いてみたいなと思って、リアルな開発者の苦労を聞きたい。どんなことがあったのか。私がやっぱり入った頃は女性のゲームデザイナーってほとんどいなかったんですよ。もうそれこそ会社に 2,3 人レベル、入った初日にはやっぱり研修とかをね受けるわけですけど、他の職種ってやっぱりある程度のスキルが身についた人が突破してくるわけです。プログラマーもだし、デザイナーもだし、でもゲームデザイナーってあんまりこのスキルが高いから取られたとかがないのね。なので何でもやらなきゃいけないし、何でもできなきゃいけないし、そうしないと自分の居場所だったり自分のカラーが出せない。だから企画の先輩にもゲームデザイナーは他のデパートメント役職に比べるとカースト最下位やでって言われるんですよ。今考えたらちょっとそれってブラックな言われ方なんだけど、まあ逆にプログラムを書くことと絵を描くことと音や VFX を作ること以外は全部ゲームデザイナーの仕事だって教えてこられたから、雑用がね雑用と思わなくなったのね。どれも必要な仕事だわ。そういう意味ではなんかどんな些細な仕事でもそれしなきゃいけないし、それの積み重ねでゲームができるんだっていう、まあしんどかったけどある種の気づきはすごく大きかった。闇を何かゲーム業界あるあるというか、他のスタジオとか会社でもだと思うんですけど、やっぱりチームがあってディレクターがいるけど、その上のお金出してくれる人だったり、さらに上の方々がいるわけじゃないですか、経営層、なのでディレクターの下で頑張って作ったものが、それがねチームの意思だったとしても
常に通るわけではない。でディレクターを信じられなくなったり、みんなが別れちゃったりもするから、どう支えてどうゲームにするかっていうのに対してよりやっぱりみんなアグレッシブにもなるし、逆にネガティブにもなる。で結局結果でしか上の方々にも響かないから、自分たちで何とかしなきゃいけないけど、やっぱりちょっと甘えが出たら自分じゃない人のせいにしがちになるメンタル、みんながそうだと思う。あれが本当に状況によってはしんどいし、ゲーム制作の中ではみんながぶち当たる一番しんどい壁じゃないかな。確かに安心に入ってその決心というか、思いとかってどんな感じだったの？やっぱりね、大きい会社だと子供がいてキャリアが続けにくいっていうのはどうしてもバッティングしてしまったりして、子供がいてもいいよなんて言ってくれる転職先って正直ほとんどない。全部取ればいいじゃないって言ってくれる。家庭も仕事も趣味も全部やればいいじゃんって、なんでどれか諦めてるんだよってそんなことを言った気がする。で死ぬ時に断ったか乗ったかで考えたら、絶対断ってたら後悔したり、じゃあ飛び込もうかなみたいな感じ。すごい決心だったと思います。いや会社作る方が決心だったと思いますみんながいなきゃできないから、本当集まってくれたみんなにはすごい感謝してるし、来年からも頑張りますか。まず一本出そう。そうね、一本出してそれで胸を張ってね、これが私たちの IP だって言えたらいいよね。言えるものをね作りたいね。しゃぶしゃぶ美味しいですか？しゃぶしゃぶ美味しいです。私にとって安心は可能性の塊です。クリエイティブでオープンな環境で開発者はライフスタイルに合わせて働き方を選ぶことができます。このスタジオで自分の可能性だけでなく、さまざまなエンターテインメントの可能性をチームと一緒に探していきたいです。自分が出したアイデアっていうのが、いろんな人にいい影響が出てくると、ここは瞬間が一番嬉しいかもしれないですね。